今日はチャーハンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、チャーハンを作っていきたいと思います。今回はですね、フライパンを使わずに電子レンジで作れるレシピをご紹介していきます。ご飯がね、パラッとしやすくなるコツなどもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ご飯、ハム、長ネギ、卵、お醤油、オイスターソース、お砂糖、鶏ガラスープの素、塩コショウ、ごま油。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まずですね、ご飯なんですが、こちら温かいご飯を使うようにしてください。冷凍ご飯や冷やご飯は少し電子レンジで加熱してから使うようにしましょう。そして今回のチャーハンは手軽な材料でね、作っていきたいと思います。具材はハム、長ネギ、卵、こちらの3種類です。ハムに関しましては、スーパーとかで売ってるね、市販のチャーシューなどで代用していただいても美味しく召し上がっていただけます。こちらはお好みでやってみてください。そして味付けのポイントです。今回はですね、オイスターソースとあとはお砂糖を加えていきます。オイスターソースを加えていただくと旨味がアップして、お砂糖を加えると少しコクが加わってとても美味しい仕上がりになります。あとは鶏ガラスープの素をベースに作っていきたいと思います。そして油に関しましては、今回ごま油を使用していきますが、お好みでサラダ油または米油で代用していただいても大丈夫です。ということで早速作っていきたいと思います。それではまずはじめに具材を切っていきます。まず長ネギですね。こちらはみじん切りにしてください。切りやすい方法でね、みじん切りにしていただいて OK です。このように縦に切れ込みを入れて、そしてあとは束ねて切っていきます。こちら残った方にもこんな感じで切れ込みを入れて、そして切っていきましょう。長ネギはこのようにみじん切りにしてください。それでは続いてハムですね。まずこちらを半分に切って、そして重ねてください。これをだいたいね、1センチ幅よりちょっと小さめですね。そのくらいの幅で切っていきます。くるっと回転させて、また1センチ弱ぐらいの幅で切ってください。ハムはね、このように切ったら手でね、軽くパラつかせておきましょう。ハムはこれで OK です。チャーシューを使う場合はね、適当な食べやすい大きさに切って使ってください。それではね、このような耐熱のタッパーまたは耐熱容器を用意してください。今回は15センチ ×15 センチの耐熱タッパーを使っていきます。まずこの中に温かいご飯を入れましょう。冷たいご飯はね、ちょっとほぐしにくいので、必ず温かいご飯を使うようにしてください。そうしましたら続いてここに卵を直接割り入れます。あとはごま油も一緒に入れましょう。そしてまずね、この2つを加えてしっかりね、ご飯と混ぜ合わせてください。このように最初からね、ご飯にごま油と卵をコーティングしていただくことで、ご飯がね、パラッとした仕上がりになります。こんな感じでね、卵かけご飯を作るようにですね、ムラがないようにしっかり混ぜてください。はい、このようにね、ご飯の塊ができないようにしっかりね、卵とあとはごま油をなじませてください。そしたら続いて味付けをしていきます。ここにお砂糖、そして鶏ガラスープの素、あとはオイスターソース、そして醤油、あとは塩コショウですね。こちらを加えてよく混ぜてください。これもね、ムラがないようにしっかり混ぜてください。卵を混ぜる前に調味料を加えると結構ね、味ムラになりやすいので、卵を加えてからね、味付けをしていただくといいかなと思います。このタッパーはね、底の部分に溝があるので、溝の部分のね、混ぜムラもないようにしっかり混ぜてください。はい、このようにきちんと混ぜましょう。そして最後具材を入れていきます。長ネギは特にね、一緒にね、たくさん混ぜると水分が出てきちゃうので、必ず最後に加えてください。ハムも一緒に入れます。そしてよく混ぜましょう。よく混ざったら均一になるようにご飯を広げます。こんな感じです。そしたらですね、上にタッパーの蓋を軽く乗せます。ちょっとずらしてください。こういったね、タッパーの蓋がない場合はラップをふんわりとかけてください。そうしましたらこちらをまず電子レンジ 600W で2分加熱していきます。
はい、2分加熱しました。蓋を外します。今ね、ちょっとわかるかな、ちょっと半熟の状態になってます。そしたら一度ね、よく混ぜてください。この状態でよく混ぜます。そうするとね、すでにちょっとパラッとした感じになってきます。今回私はね、電子レンジ 600W で加熱してるんですが、500W の場合はプラス10秒から20秒ほど加熱してみてください。しっかりね、このようにまずお箸でほぐしてください。ほぐさないとね、塊になっちゃうので注意しましょう。このようにね、最初から卵を全体にコーティングしておくと、お米一粒一粒に卵がコーティングされてパラッとした仕上がりになりやすくなります。はい、こんな感じで混ぜてください。そしたら最後仕上げですね、軽く水分を飛ばします。蓋をしない状態でこちらを電子レンジ 600W で最後1分加熱していきます。はい、1分加熱しました。そしたらね、もう一度よく混ぜてください。そうするとね、先ほどよりもこのようにね、すごくパラッとした感じに仕上がってます。あとはね、塩コショウでお好みでね、味を整えてください。ではね、お皿に盛り付けます。まずご飯茶碗を用意してください。ちょっとね、内側を軽く水で濡らします。そしてこの中にチャーハンを入れましょう。軽くね、整えて、そして上にね、お皿をかぶせて裏返します。そして茶碗を取りましょう。じゃじゃん。こんな感じでね、とても美味しそうに仕上がりました。これで完成です。はい、これでチャーハンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、味ムラもなくパラッとした美味しそうなチャーハンに仕上がってます。ではちょっとね、崩してみたいと思います。このようにね、程よくパラッとした仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。お米がね、程よくパラッとしててすごく美味しいです。そしてこのね、米粒一粒一粒にしっかり味が染み込んでてすごく美味しいです。やっぱオイスターソースと砂糖がいい味を効かせてますね。本当にパラッとした仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチャーハンのポイントです。まずですね、具材なんですが、今回とてもシンプルに長ネギとハム、そして卵、こちらの3つを加えてます。この具材はお好みで変えていただいて OK です。ハムに関しましては市販のね、チャーシューなどを細かく刻んで入れていただいてもいいかなと思います。そして今回はですね、電子レンジで簡単に作れるレシピをご紹介しました。電子レンジで作るときはまずね、必ず耐熱の容器を使うようにしてください。そして耐熱の容器の中に温かいご飯を加えて、最初にごま油と卵をお米全体にしっかりなじませてください。その後味付けするんですが、最初に味付けの調味料を加えるとすごくムラができますので、一度ね、卵とごま油でしっかりね、お米をコーティングしてから味付けするようにしてください。そうすることでムラなく美味しく作れます。そして味付けのポイントなんですが、今回はね、オイスターソースとあとは砂糖を隠し味で加えてます。この2つを加えると旨味とコクがアップしてすごく美味しいチャーハンに仕上がります。ぜひこの2つを入れて作ってみてください。そして長ネギに関しましては、最初から入れてよく混ぜてしまうと長ネギから水分が出てしまいますので、必ず最後に加えるようにしてください。そして加熱する時なんですが、タッパー全体にお米が均一になるように広げて、そして最初はね、蓋もしくはラップをして電子レンジ 600W で2分加熱してください。500W の場合はプラス10秒から20秒ほど加熱していただくといいかなと思います。そして加熱し終わったら一度取り出して、そしてお箸などを使ってしっかり混ぜてご飯をパラつかせてください。そのままね、最後まで加熱してしまうと全体がね、ガチガチに固まってしまいますので注意していただけたらと思います。電子レンジの種類によっては1分半ぐらいがちょうどいい場合もありますので、だいたい最初は1分半から2分ぐらいを目安に加熱してみてください。そして2回目の加熱なんですが、1回目は水分を飛ばすイメージですね。なので蓋またはラップを外してそのまま1分間加熱してください。そうすることでよりパラッとした仕上がりになります。ただですね、パラつくといってもね、もうポロポロっとした感じではなくて、程よくしっとり感が残った状態でパラッとした仕上がりになります。あとはですね、お好みで塩コショウで味を整えてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はチャーハンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。